前回までのあらすじ。ウィービードメナです。本日は、こちら、ゴールデンウィークが明けて2日目、ゴールデンウィークが、おとといの水曜日に終わりまして、そのね、2日またぎまして、金曜日の夜ということで、まあ、ゴールデンウィークにちなんだ雑談でもしていこうじゃないかという回でございます。ということで、私がこのゴールデンウィーク中にやっていたこと、それは、アニメ、ヘウゲモノというアニメをね、見てたということで、そちらについて話していこうかなと思います。皆さんはね、ヘウゲモノっていうアニメ知っていますでしょうか？もともとは漫画原作なんですけど、こちらがヘウゲモノっていうアニメで、簡単に言うと、NHK が作った、アニメなんですけど、まあ、内容としては、このこのおじちゃんが、なんか悪い顔したおじちゃんが、主人公なんだけど、すっごい貧乏貴族なのよ。すごい貧乏武士なのよ。で、織田信長の、使いっ走りをやってるんだけど、織田信長の使いっ走りをやりつつ、で、お金はマジで持ってないんだけど、見聞きができるのよ。この当時の人にしては。物の良し悪しがめちゃめちゃわかる人で、この人が。で、物の良し悪しがわかるからこそ、持ってないものに魅力を感じるみたいなことで、織田信長が、自分の持ってる財宝っていうものを見せびらかしても、他の武士たちは、みたいな。いや、すごいですね、お様みたいなことを、おべっかばっかり言う中で、こいつだけは、この茶器は、マジかよみたいな。おべっかなしでマジでびっくりしてくれるから、めちゃめちゃこいつを気に入ってるみたいな、ストーリーが、平洋なんだけど、まあ、時代感としては、織田信長がいて、千利休が出始めて、織田信長と千利休が一緒にお茶の道を作っていくんだけど、織田信長は本能寺の変で倒されて、で、それで、なんていうの？猿？羽柴秀吉が、次の天下人になって、で、その秀吉も倒されて、で、徳川の時代になりますよ、みたいなところまでをやるんだけど、この、平家物っていう作品では、この作品の面白いところがね、メインのキャラクターが2人いて、まずそれが、この主人公の、こいつ名前なんだこいつさ、途中で名前変わるからさ、名前覚えられないんだよな。こいつ名前なんだっけ？吉田か。古田だ。こいつ古田って名前なんだけど、こいつと、あと、こいつが、徳川家康で、こいつ徳川家康で、こいつ豊臣秀吉で、あれ信長出てこねえな。信長はこいつ信長なんだよね。で、信長が異様にかっこよくて、ピアスバチバチに開けてたり、信長が一番ね、この作品ではかっこいいのよ。で、さらにもう一人、メインキャラクターがいて、それが、この、千利休なんだけど、この作品の面白いところは、千利休の身長がとにかくでかいんだよね。まず。千利休180センチぐらいあるんですよ。マジで背高くて。なんかね、ずっと薄さでかいのよ、千利休。で、この無表情で、お茶とは、うんぬんかんぬんみたいなことを言うんだけど、たまになんかめちゃめちゃ、なんだこいつみたいな顔もするし。このアニメはね、顔芸が面白いんだよ、とにかく。なんか。でさ、俺がね、お茶をやってたのよ、昔。手習いで。手習いっていうか、高校の時にちょびっとだけお茶をやってたんだけど、この平家物のいいところは、お茶知らなくても楽しめるというか、お茶知ってたら楽しめない。この先。だって、お茶しないもん、これ。出てくるんだよ。こういうね。今の時代にも残る、この、詫びのさ、渋の本会みたいなさ、こういう茶室？これは、今、茶室って言われたら思い浮かべるような、このスタイルを確立したのが、この、千利休さん？この一番右側にいる黒い、なんか、坊さんみたいな格好してる人なんだけど、この人がこのシステムを作った。これが渋いと。これがわびさびであるというのを作ったのがこの千利休さんなんだけど、その人にお茶を教わりましょう。いろんな戦国武将が、要するに、戦国時代がもう極まっちゃって、
戦で勝ってもあげるものがないから、茶器は高価なものであると。茶器をもらうということは名誉なことであるっていう文化を織田信長が作って、それを流行らせるために、それを流行らせるために、千利休と画策して、お茶文化というものを作って、で、それに乗っかった、この平家物の主人公たちが、お茶を習う。で、実際にお茶はいいものだっていう風にみんなが思い始めるみたいな世界観の話なんだけど、まあ実際にはそういう流れになってるんだけど、実際もね。ただその頃って、実はもう資料が残ってなくてこの時代のね、資料ってマジで残ってなくて。なんか基本的に日本史の資料ってほとんど残ってないんだけど、正しい資料が。憶測というか、その当時の一番強い権力者が、あいつはこんな風にダメだったみたいなことを書いてるのはいっぱいあるんだけど、それが正しいかどうかなんてバイアスかかりすぎてわかんないから、正しい情報が一切ないよねっていうところで生まれたのがこの作品なのね。っていううんぬんかんぬんがありつつ、なんかね、もうずっと変なんだよな。お茶立ててるシーン、てかお茶の作法の勉強してるシーンが一切ないの。だからお茶を立てつつ、この部屋がどんだけ、工夫を凝らしてあるのか、この寂れた部屋がどんだけ、工夫を凝らしてあるのか、それが俺にはわかる、わからない、こいつにはわからないから、こいつはバカ。みたいな。こいつ分かってないから、こいつバカ、俺の方が偉いみたいな。ずっとその話しかしないから、この話。このアニメ。それが超面白い。もうそれが超面白い。でさ、なんかさ、なんかね、いろんなね、サスケがさ、古田が、主人公がさ、偉くなればなるほど、この追っかけみたいなやつらもついてくるわけ。で、そいつらがさ、なんか、これの良さが何なのかよくわかんないけど、まあ、すごく自信ありげに言ってるから、これはいいものなんだろう、つって、すげえな、っていうこの顔で、なんか乗せられ始める。他の人たちが乗せられ始めると。そういうね、お茶を知らなければ知らないほど面白いみたいなのと、あと、一応漫画は読んだんだけど、俺、平家物の漫画はね、ぶっちゃけあんまりハマれなかったの。なぜかっていうと、漫画版の平家物って、止めがすごい多いんだよね。こんな感じなんだけど。要するに、なんていうの、写真を貼ってみたいな感じで、コマに動きがないのね。まあ、時代劇っぽい漫画なのよ。だから、なんかね、見てて躍動感がなくて、俺はあまり好きじゃなかったんだけど、これがアニメになると、まあ面白い。これがアニメになるとね、躍動感の塊で、なんかさ、要するにこの主人公のさ、古田の心情を表すためだけに、アニメを作るときにあたってさ、茶室を 3D でモデリングして、それをそのままベッて貼り付けたりするわけ。で、それで作画コストを節約するんだけど、それを逆手にとって、まず、真っ暗な空間に、3D のさ、棒みたいなのがバーって出てきて、それが、茶室の形を作り上げていって、それが360度ぐるっと回転して、そこの中にそこの入り口の方にギュッて視界が入っていって、この部屋はなんて素晴らしいんだみたいなことをこいつが驚くみたいなさ、展開がまあ多い。だから見てて面白いんだよね。見てて映像としてめちゃめちゃ面白いっていう。そのね、アニメとしての出来の良さがさすが NHK が作ってるだけもあるなっていう面白さと、この古田サスケっていうね、主人公がね、まあ、武将のくせに弱いんだよね。まあ、武将のくせに弱くて、まあ、武将のくせに弱いんだけど、お金はいっぱい欲しいわけ。でも、この時代お金を稼ぐにはどうするかっていうと、武功を上げなきゃいけないわけ。で、武功を上げなきゃいけないんだけど、弱いから何をするかっていうと、相手の合戦中に相手の城まで行って、お前もう降伏しろよっていう言葉だけを言うの。で、そこで、当然さ、その当時の大名とか、お城のさ、天主様っていうのは、いい茶器を持ってるわけよ。織田信長が茶器はいいものだっていうので、領地の代わりに茶器を渡してるから、そういう茶器、お茶を使う道具みたいなのがいっぱいあって、それを並べてるわけ。なぜかね。なぜか合戦中に相手の大名が趣に茶器を並べ始めていてで、それが思わずパッと目に入ったこの主人公は、合戦中で相手のこのさ、なんかもういかついさ、もうやばそうな顔のさ、じじいとかさ、いろんなやつをもう、ほっぽらかして、この表情でまさにこの表情で、うわ、すげえかっけえ、この茶器つって。もうね、もうこの表情がさ、今のフィギュアオタクとかさ
そっち系フィギュアオタクとか鉄オタとかと全く同じ表情をするっていうもう、チッとかそんなことはないということは分かりつつ、でもそうだったら面白いよなっていうのがこの作品の面白いところなんだけど、あとね、こいつがね、また、こんな感じでね、悪いことを思いつく。こいつは、すっごい悪いことを思いついた時の表情って、こんな感じの表情をするんだけど、やったって思いついちゃったもんねみたいなことして、戦国武将だから、さぞかし悪いことをするんだろう。しない。こいつはそんな悪いことはしない。こいつ何をするかっていうと、こいつがこの表情で思いつく最大限の悪いことっていうのが、あんまり似てない画作を作って、武家の茶器にあんまり興味ないやつに、これはサの〇〇のめちゃめちゃいいものだから、これをもらう代わりにお前は降伏しろっていうことだけをこいつにとっての最大限の悪いことなんだ。それを思いついてる表情がこれなんだ。もうね、そのレベル。他の時代劇のさ、時代物の悪いことを思いついた時の内容に比べたら、おままごとすぎる。だからすごいもう終始めちゃめちゃ平和なのよ。すごい平和に進行するの。この主人公周りが。主人公以外の話は普通に戦国時代の話をするんだけど、主人公周りのところにとにかく毒気がないから、それが面白い。っていうね、良さが結構ある。で、この主人公はさ、もうさ、とにかくお茶大好き。お茶以外もう、戦ってる場合じゃねえみたいなさ、てめえ茶の邪魔しなかったら殺してやるみたいな表情なんだけど、そこ以外の戦国武将の、例えばこれがね、これ秀吉、違うわ。こいつ、あいつだ。織田信長を殺したやつ。織田信長を殺したやつ。名前なんだっけ私はもう、俺さ、もう、大学入試の時に日本史で一瞬勉強してもうそれで忘れちゃったから覚えてない覚えてない。誰だっけこいつ。まあ、いっか。うん。まあ、映画、見てたらこいつが誰かも分かってくるから。分かってくるから本当に覚えてない。で、あとね、俺がなんでこのアニメ見てみようかなと思った、要因みたいなのが一個あって、これ。映画村で学ぶ歴史大河のたしなみ方。面白い正解と、生死の不正確さ、不誠実さっていうね、これ概要欄に今載せるんだけど、岡田敏夫さんっていう、まあ、岡キングっていう別名もある、ガイナックスの、元社長の、動画なんだけど、その人がいろんなね、アニメを面白おかしく紹介してくれるのよ。これを見て、この中で、まあね、1から10までは一切この人は説明しないのね。この作品の見方はどういう風に見ると面白いですよとか、このシーンは見どころでしたよみたいなことだけを教えてくれるの。で、この表情マジで面白いよねみたいなさ、要するに、ネタバレはしない範囲で、この作品の面白さを説明してくれる人なんだけど、この岡田敏夫さんっていう人の、ね、解説系は。で、これを見て、この人の話がまあ面白くて俺この人めちゃめちゃ好きなんだけど、ジブリとかのね、解説も結構してるのよ。ね。そこで結構好きでずっと見てはいるんだけど、そのヘウゲモノの回を見たときに、おもれ、でも俺見たことないな、見てみるかっつって見て、ゴールデンウィークからそれで一瞬で解けたっていうね。ヘウゲモノ面白いわ。ヘウゲモノ面白い。で、ゴールデンウィークでね、ただね、結構、ヘウゲモノ長くて、俺見切れなかったんだよね。39話中の27話まで見た。で、なんで27話でやめたかっていうと、このヘウゲモノでは、この主人公のこいつが、千利休と途中ですげえ仲違いするのよ。方向性の違いで。てか、千利休にこいつが教えを請うてたんだけど、千利休から、お前ダメだって言われてこいつ、お前ダメだって言われて、すげえしょげちゃって、1年半ぐらい音信不通になるんだけど、その1年半後の茶会で、とうとう和解して、俺たちずっともだよねっていう中まで行くのが27話なの。で、そこで一回満足して、昨日見るのやめちゃって、今27話から先進めてない。だから今日28話以降見る。で、28話から、どんどんね、2章の畳、2章の最終幕みたいな感じで、なんていうの、秀吉 VS 千利休最終決戦みたいなことが始まっていくのは、歴史小説って一応見たので、
そこら辺はしてるんだけど。そんな感じかな。こんなもんか。ということで、今日はヘゲモノを見たよという回でした。ヘゲモノね、まだ見てない人は、お茶の知識とか一旦全部忘れていいので、お茶の知識とか、お茶何がいいのかよく分かってないよっていう状態でいいので、一回見てみてください。お茶の知識マジでいらないので、ヘゲモノ。ヘゲモノは、茶道のアニメという手を取りつつ、茶道全然関係ないので、茶道をやってた人間が言います。このアニメを見るのに茶道は必要ないです。なぜなら、明らかに作画のクオリティがいいやつと悪いやつがあって、いいやつはいいものだっていう風に言うのは、それは、現存しているその茶器をそのまま、3D スキャニングしてアニメにポンと置いてるんだから、それはかっこよく見えるんだよ。で、そうじゃない、なんかすごい適当なさ、作中でもさ、こんなもんダメなみたいなやつは、アニメーターがちょっと手書きで書いてるようなやつだから、なんか悪く見えるのよ。なんか悪く見えるのよ。それが。このさ、後ろにある名物群みたいなやつがさ。っていう書き方をちゃんとされてるので、なんか良さそうに見えるなってやつはちゃんといいやつだし、なんか悪そうに見えるなと思ったらちゃんと悪いやつだから。すごいね、明るい気持ちでね、ふわふわっと、ああ、なんかいいものだって言ってるからいいものなんだろうなぐらいの口ポカーっと開けて、ご飯パクパクーと食べながら見れるのがこのヘビゲモノっていうアニメです。なのでね、よかったらね、皆さんもね、このゴールデンウィーク終わっちゃって、でもゴールデンウィークでやることをやり尽くしちゃって、この土日なんか寝て過ごそうかなと思ってるぐらいだったら、ヘイゲモノをぜひね、アニメヘイゲモノを見てください。私は DMMTV で見ました。DMMTV で見れますからね。よかったら見てみてくださいね。550円です。月額550円。いいぞ。ということで、本日はこのぐらいで終わろうかなと思います。毎日投稿の毎日配信中です。よければチャンネル登録、毎日投稿中です。毎週金曜と日曜に、配信もしています。よかったらそちらも見に来てください。ということで、毎日投稿の内容としては、こんな感じ。あ、そうだ。馬娘の私服動画が溜まりましたので、そろそろ作ろうと思っています。次回の、馬娘の私服動画では、オルフェーブル等ね、黄金三姉妹の私服が見れるので、よかったら見に来てね。まあ、ということで、今日のお相手は、みんなでした。またねー。お楽しみに。また金曜日にね。また日曜日にね。